16号整形外科山田しおり枕研究所の山田しおりです。では今日の本題、血椎間板ヘルニアの患者さんはやってはいけないことについてお話をしたいんですが、その時考え方としてはこちら三大悪条件、三大条件っていうのはよくありますけど、三大悪条件、悪い条件を取り除くことが重要ですね。では三大悪条件とは何なのか、こちらの3つです。まず不良姿勢、悪い姿勢ですね。それから冷え、そして首への負担、この3つで分けて考えてください。不良姿勢と聞くとどんな姿勢を思い浮かべますか？やはりこのスマホ首ですかね。そうですね。現代切っても切れない、絶対必要なこのスマホですが、長時間やるとスマホ首になる。このスマホ首、とっても悪い姿勢です。それ以外にもどうしても仕事上、家事、育児、いろいろなことでうつむき姿勢が多いと思うんですが、長時間うつむくと頭の重さ2倍3倍首にかかってくるので、このうつむき姿勢も良くないですね。一方で真逆のように聞こえるかもしれませんが、うつむきの反対の上向き、例えば電気を取り替える、植木の剪定をする、長い間上を向くようなお仕事、このような仕事で上を向いたり少し斜めに傾けると症状が出やすくなりますので、このような不良姿勢、症状がパッと出るのでよくわかりますので、手の症状、しびれが出た、痛みが出た、そんな時はこれは悪い姿勢なんだなというふうに認識してください。2番目、冷え。冷えと聞くとどんなことを思い浮かびますか？やはり夏場のクーラーで寝てる間に冷えたりとか。その通りですね。冬はですね、意外と首周り防寒しようという意識が働くんですが、夏場の方が問題。暑くて暑くて部屋に入ってクーラー気持ちいいって思うかもしれませんが、そのクーラーが直撃首にしてしまったり、扇風機の風が直接当たったり、温度が低すぎて冷えすぎたりすると、容易にこの血椎間板ヘルニアの症状ひどくなります。ご注意ください。最後に首の負担。首の負担と聞くと重労働、どんなことを思い浮かべますか？やっぱり引っ越しとかで重い荷物を持ったりとか、時に負担がかかってるんじゃないですか。そうですね。宅急便の運搬をされる方、やっぱり重労働、負担かかりますよね。ただそれだけではないんですね。激しいスポーツ、または激しくないスポーツでも障害が出ちゃうんですよ。激しくないスポーツって思い浮かびますか？何ですかね。じゃあまず激しいスポーツから見ていきましょう。ラグビー、アメフト、結構首をくるくる回すようなダンスあるじゃないですか。床に頭をついて回すようなダンス、ヒップホップのようなかなり体に振動のくるようなダンス、これはちょっと首の負担が大きいなってイメージがきますよね。イメージ湧きますね。だけど一方でヨガですか？ヨガが自然にポーズをとっているだけならいいんですが、問題は逆立ちのポーズですね。頭を床につけたり、後ろに倒れるような姿勢で頭を床につけたり、要は頭に軸圧といってグッと力が入るようなことをすると、椎間板ヘルニアさらに潰れる方向に働きますので、これは良くないんです。ですので意外と気づかない、生活上ありふれた事柄によって血椎間板ヘルニアが悪くなってしまうこともありますので、そこはご注意ください。3大悪条件、これを取り除いていくことが重要です。その時、少し念頭に置いておくといいのは、私にとってこの姿勢をするといつも辛い、この作業をするといつも辛い、この場所に行くといつも辛いと思う悪条件をよく覚えておいて、それを予防する、それを避けるようにしていくことが可能です。何かお悩みがあるんですか？はい、うちの母が寝ている間に右側の手や腕がしびれて困っているみたいなんです。
朝起きた時に感じるっていうことですかね。朝起きた時にも感じる。どんな枕使ってるんですか？母はこういう柔らかい凹凸の枕使ってます。ははは。このような柔らかいウレタンの凹凸枕や羽毛のようなふかふかした枕を使っていると、首の中にヘルニアを持っている方でも持っていない方でも手がしびれてしまうっていうことが起こります。それは首の姿勢が寝ている時に非常に悪くなるからなんですね。寝てる時は自分の意識でいい姿勢で寝ようということはできません。頭を預けた枕によってどんな形になってしまうか決まってしまうわけですから、ヘルニアを持ってても持ってなくても悪い条件の枕で寝ることは症状を出しやすい、ヘルニアに近い症状が出てしまう原因となるわけです。自分の体に合った高さの枕を使うこと、そして硬くてしっかりと平らで寝返りを打っても首がぐらぐら不安定にならないことが重要です。枕によっても頸椎椎間板ヘルニアの症状は悪くなりますし、ヘルニアを持ってなくても悪い枕でヘルニア用の症状が出ることもありますので、ぜひ気をつけてみてください。この動画をご覧くださった皆さん、高評価、チャンネル登録お待ちしています。よろしくお願いいたします。